ーシップ興味ないんですけど、十分に幸せだし、ようこそみなとのみの非常心理学サロンへ。今日のテーマがパートナーシップってビジョン心理学で結構パートナーシップのことを言われるんですけども、一人でも十分幸せなんですけど、そんなにパートナーシップって大事なんですか？よく聞かれますね。パートナーシップ興味ないんですけど、十分に幸せだし、例えばやりがいのある仕事とかもあるし、だから別にって言われますけど、ビジョン心理学ではパートナーシップは関係性の基本ですよね。そうですね。で、関係性の基本もパートナーこそがあなたのパターンを見せてくれる。だからそのパートナーとうまくやる、パートナーと本当に親密になることによって他の関係性もどんどん良くなっていくっていうようなことをビジョン心理学は言いますけれども、でもね、今独り身の女性とかも多いじゃないですか。で、男性も一人で生活してらっしゃる方も多くいらっしゃって、必ずしもパートナーシップを求めてるわけではないよっておっしゃる方も多いですよね。そういう方にとってビジョン心理学って役に立つものなんでしょうかっていうことなんですよね。そうですね。もちろん性別問わずパートナーがいた方がいろいろなことを見る上で早い。で、また男女関係のみならずビジネスにおいてもビジネスパートナーとの関係性、あるいは一人で例えばいらっしゃると家電とのパートナーシップっていうのがあって、自分の調子が悪いと家電が壊れちゃったりとか、そういうこともあるんですよね。はい、だから実は全てパートナーシップっていうのは平たく言うと関係性なんです。私たちって関係なく生きてるってことできないんですよ。お金も人を伝ってやってくるっていうことがありますから、結局のところは人なんですよね。そうです、そうです。だから人間関係が全ての自分のパターンのこの反映である。その中で全てのことがそのパートナーシップっていう一つの関係性が全てに現れているという見方がビジョン心理学のこの原理原則なんですね。なのでビジョン心理学は、平たく言うと人間関係に強いんです。とても人間関係によく聞く心理学だと定評いただいております。だから私たちは人間関係を小さい頃に習ったことがないので、この人間関係とはどういうふうに進化していくのか、どのような効果があるのか、各段階においてどんなふうな罠があるのかっていうことが、小さい頃から分かっていれば乗り越え方が分かるし、現実で起きている出来事が面白くないことや嫌な問題であったとしたのならば、それは自分と自分の関係なわけですから。でも私たち鏡を見ないと自分が今日どんな顔をしているか分からないように、どうしてここでいつも同じパターンが起きてくるのかな、それを見るためにもこの相手が必要なわけです。矢沢永吉さんがね、毎日出かける前に鏡に向かって「俺ってすげえ」って言って出かけてらっしゃったんですって。で、それって自分との関係性なんですよね。自分が自分を承認することで一日のスタートを切っていらっしゃったっていうことみたいですよ。初めてわかりました。これってビッグだぜなんですね。そうなんです。例えばね、私はパートナーがいない時期っていうのが長くあったから、そうすると、気が楽ではあるんだけれども、どうしてパートナーができないかもわからない。で、今度、じゃあパートナーができた時に、どうしてパートナーを作らなかったのかなっていうふうに自分を見た時に、まず喧嘩するのが嫌だった。確かに。どうしてかっていうと、喧嘩して壊れちゃったら、せっかく受け取ったパートナーシップを失ってしまうから、そうですよね。その喪失よりもこの2人の関係を続けるために男女関係にならないで友達でいる方がいいっていう。ということは、ある程度距離を持った方がうまくいくじゃないかというふうに思ったわけですよね。だから最近の方々もパートナーもいない方が楽だってそういうね、若い方お気楽だしっていう方たくさんいらっしゃいますよね。パートナーがいるとお金がかかるしという方もいらっしゃいますし、でも毎日その気を使うだけでも疲れちゃうから、それだったら一人の方がいいわっておっしゃる方たくさんいらっしゃいます。だからパートナーがいないっていうことが悪いわけではなくて、でまたビジョン心理学はパートナーシップの道だから、パートナーがいないと勉強できないわけでもないし、結婚しても結婚しなくても離婚しても再婚しても何でもいいわけです。
はい、うんパートナーシップを大切に考えているという時のパートナーシップは単にライフパートナーというだけではなくて会社の中の同僚さんだったりとかビジネスパートナーだったりとかそれから兄弟だったり親子関係だったり何かのことを一緒にやっている人全てとの関係性を対等で親密なものにしていくっていうことを目指すものなんですよね。そうですそうです。どうしても私たちはこの親子関係だったら小さい頃依存してますから親の方がパワーがあって自分は依存する対象だって言ってその対等っていう概念がないわけですそうなんですよね。なので常に自分が上になるか下になるかっていうところでしか私たちは関係性っていうのを見てなかったりします。なんか誰かの言うことを聞くか誰かの言うことを聞いてもらうか、どちらかっていう感じなんですよね。でも対等さはそうではないんですよ。そうですそうです。だからその対等さを学ぶ道だしそのパートナーシップで対等さを、ね学んでいくとそのシップ船ですから、パートナーシップフレンドシップリーダーシップって全部このシップって言ってお船が大きくなっていくわけですよね。ですから私たちがその影響力を持つって言った時にもより大きな影響力を持つ時には例えば会社の社長さんになった時に全員の名前を知ってるわけではないかもしれない。だけれども一人のパートナーの部下との関係が対等であればその関係を全ての従業員さんやそれからお客様と一緒に分かち合っていくことができる。そういうふうにこの一緒に共に進んでいくための仲間にもなるわけです。でもそれはやっぱり1対1の関係性からしか自分のパターンも見れないし相手との間に起きてくることっていうことがお互いが問題なわけじゃなくてお互いの傷から競争が起きてきてこういうことがあるんだな親密感を手に入れるとこんなふうに傷ついたり失ったりするから距離を持つ必要があるんだな。また逆に今度パートナーシップっていうと癒着と言って相手の言いなりになるとか相手のこの嫌な感情を全部背負うとか対等ではない関係ですね。だからこのパートナーシップってはっきり言ってビジョン心理学を学ぶまで全然関係性ってなんだろうとかリレーションシップって何のこと言ってるんだろうと私も全然分かりませんでした。でも全ては関係性なんですよね。そうですね。で私たちは関係性を学ぶときにある程度近くなければ本当の意味で投影を引き戻せないっていうこともあるわけです。で投影っていうことをよく心理学で使いますけれども私たちは全てのものに投影しているっていうのがビジョン心理学の考え方で全てに投影しているけれども特に近しい関係で投影しているものを引き戻すことによって私たち自身が自分たちをより深く理解することができるっていうメリットがあるんですね。なので面倒くさいから距離を取っておこうって思っている時はあなたはご自分とも距離を取っておこう自分で面倒くさいやつだなって思っている可能性があるっていうことなんですよね。相手があなたに何か嫌な感情を感じさせたりとか面倒くさいことを言ってきたりする。だからこの人との関係を切っちゃえば自分は別に嫌な感情を感じなくて済むから仲のいい同じようなタイプの人とだけ一緒にいればいいって思いがちなんだけどそうすると人生が小さくなっていっちゃうんですよね。そうですね。それは自分の嫌いな自分と縁を切りたいと思っているのと似たようなことなんですよね。でもちろん全てのその関係性を引きずっていかなければいけないとビジョン心理学は言っているわけではないんです。自分自身のそういうところがあるということにアカウンタビリティを持つという言い方をしますけど、私にもそういうところがあるんだなって言ってそれを引き戻して自分を許すっていうことさえすれば別にその人とずっと仲良くいなければいけないということを言ってるわけではないんですね。あなたはその関係性から何を学びましたかっていうことを問われてるっていうことなんですよね。で、私たちよく関係性を見るにあたってカードっていうのを使いますよね。トレーナーのカードがいっぱいあるんです。毎年チャックさんがね私たちにたくさんこの人間の意識を開発したポジティブとネガティブなカードを与えてくださっているのでこのカードっていうのを使うっていうのも私たちは潜在意識無意識で自分が思っていることを自分が知らないんです。だから自分のことを一番自分が分かっていないので、自分のどんなところが心の奥底に眠っていて今の自分の行動を変えているのか、で問題を作り出しているのか、そして解決方法についても実はあなたが一番よくご存知なんですけれどもそれもあなたの中深いところに眠っているのでそれを引っ張り出すようなつもりでこのカードっていうのを使うんですね。今ちょっとここに持ってきてるんですけど聞いてみましょうよ。
かわいい。こんな袋の中に、今日私はここに多分1500万ぐらい入ってますかね。そのぐらい入っているかなと思うんですが、どうしましょうか。1枚引いてみましょう。パートナーシップについて聞くときにテーマを持つといいんですね。ドキ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 ピッピッピッ、プラネタリーシフト、惑星がシフトするって何これ、随分大きな話ですよね。でも惑星がシフトするくらい、パートナーシップ、私のそうですそうです、これすごいですよね。なんか大きな、コンステレーションというか、そのコンステレーションって星座の位置なんですけれども、この星座の位置のように私たちの周りに人間関係があって、でこの人間関係が惑星シフトを起こしているっていう、なんかちょっとドキドキなんですけど。じゃあ次のカードいいですか？すごい、初めて聞きました。出てきたの初めて。これもすごいトランセンデンス、これは超越。またすごいドキドキしてきちゃいました私。すごいね、壮大なカードが続いてますね。この超越していくっていうのは、私たちが自分が何者なのか、自分はこういう人だって自己概念があって、それを乗り越えていく、超越していくっていうことによって、本当にこの肉体を超えた先、変わらないものっていうのが出てくるっていう、そういう意味なんですね。すごいドキドキ。もう超ドキドキ。もう一枚いいカードばっかりですよ、これ。いやいや、なんかすごいプレッシャーかかってきた。アイドル・オブ・ウィニング、これは勝つことの偶像。そう、アイドルだから、例えばその勝つっていうことが手に入ったら自分は幸せになるだろう。そうね、でアイドル・オブ・ウィニングっていうことが勝つことによって、自分が何かご褒美をもらえるということを信奉している、信じ込んでるっていうことで、私の中にすごい競争心があって、で競争に勝つことによって私は幸せになれると信じ込んでいるところがあるよっていう、そういうことですよね。でもそのことが関係性を破壊してしまう。こういうふうにネガティブなカードが出てきた時っていうのは、自分の中のリスクを知るということでもあるんです。もしかしたらこういうことがあなたのパートナーシップを阻んでいるのかもしれない。いつもね、勝ってばっかりでもつまんないし、いつも私の勝ってばっかりいたら夫はね、つまんないですよね。だからまた任されるのかと思って近づく人はいない。ね、だからこのアイドルっていうのは、その本当に私たちが間違ったものを立てまつっている。パートナーシップよりも勝つっていうことの方が大事だから、2人の間にどっちが勝つかっていうことを、取り合ってるような感じ。でもそれを乗り越えた時にトランセンダンスだから、それをその誘惑とか勝ちたいっていう気持ち、つまり勝ちたいっていう気持ちを負けてるから出てくるわけで。なるほど。負けてるっていう自己概念をまた超越していくと、あなたはこの惑星レベルのシフトを起こせるぐらい違いを作れますよ。惑星レベルっていうとすごく大きなことで分かんないなって思うかもしれないけど、星占いっていっぱい見るじゃない？大好きですね。ルネさんすごくご存知だと思うんですけど、例えば私もあんまり詳しくないけど、木星とか冥王星とか割といい星？木星は超いい星。超いい星。じゃあ木星さんがなんかその自分の9、要は何座っていうところに入ってくると、あなたはすごく反映しますよ。それも星座からも星からも私たちは影響を受けてるわけですよ。だから良いものが差し出されてるんだけれども、その良いものが欲しくないと。この人間関係のパートナーシップで、星の影響よりも自分が自分の力で勝ちを勝ち取ることの方が大切だっていう。そうなの。ね、それが自分のその本当の勝ちっていうことを邪魔してたりする。そうですよね。本当に節々が私を助けてくれる、あるいは超越していくことができるのに、自分でやりたいという、そうですね、エゴですけれども、エゴがそれを邪魔をしているよっていうことでこれを手放したいですね。そうですね。でもやっぱり私たちそのパートナーシップを組んだ時に、先ほど私も言いましたけど、喧嘩して別れることになるんだったらパートナーを持たないとか、離婚するくらいだったら結婚しない。最近はお給料が少ないからもうそもそもパートナーを諦めたりとかありますね。聞きますね。そんなこと全然ない。2人とも働いてたら2人で稼ぐことができるし、どちらかが稼げる時に稼げばいいわけだし、協力していくことができるわけですよね。お互いに順番こに助け合えばいいだけなんですけれどもね、なかなかそうは思えないんですよ。そうですね。
でも手放すといいことがありそうです。そうですね。超越したいことは何でしょうね。でも確かに競争心を超越して、でみんなと親密な関係が欲しいですよね。そうそしたら何よりも自分の心が平和だと思って。本当に。なんかハートがあったらできないようなことを今の世界では男性性の極みで偽りの男性性で戦争が起きているっていうふうにジャックさんもおっしゃいます。恐れが強いですよね、こういう時っていうのはね。だからついつい攻め込まれるだろうと思うから先に叩かなければっていうことを両方で思うと、どっちが先に叩くかっていうだけの話になってしまいますよね。そうですね。ロビちゃんほら星座とか詳しいじゃない？だから水亀座の時代、それから今風の時代って言われてるでしょ。それはどんなこと？どうなんでしょうね。占星術専門ではないんですけれども、ただもっと本当は自由に、風が吹くように、自由に自分自身を生きるっていうことができる時代なんだろうなと思いますね。そうですね。やっぱりだからこの個人レベルでもトランセンダンスっていうのは自分はこれぐらいなんだとか、普通は年になったらこういう風なものなんだみたいな、そういう観念とか信念とか概念とか、そういうものを超越して、超えていっていいんだと思います。皆さんにとっては自分を制限しているものは何なんでしょうか。なんか超越したいものっていうのは何なんでしょうね。で、もしかしたら自由になるチャンスがそうかもね。来ているのかもしれません。で、その場合は自分のエゴをぜひ手放していただいて、で、その可能性の方を受け取っていただきたいなって思います。なんかこの居心地がいいっていうこともまた罠になりうるし、変化への恐れで誰とも付き合わないとかパートナーを持たないっていうことはやっぱりこの関係性の中で生きている以上不可能なんですよね。コンビニに行ってね、店員さんとの関係一つそうだし、誰からでも学ぶことができるんですよ、私たちっていうのは。で、パートナーシップというのは一番近い人が先生になってくださるということなので、すぐそばに先生がいらっしゃる、自分がこういるべきことを教えてくれてる先生がいらっしゃる、そういうふうに思えるともっともっと有意義なものだなというふうに思えるんじゃないかなと思います。そうですね。なんかパートナーシップって言ったところから壮大なカードが出ま宇した。宙的なシフトですよ、ね、惑星的なシフトだそうです。ぜひ皆さんもその惑星的なシフトが皆さんの関係性に起こりますように祈っております。そうですね。なんかすごく壮大なお話になりましたけれども、また何度も聞かせていただけるとね、面白い意見とか楽しみが出てくると思いますので、何度も見てください。はい、ヒントをつかんでいただけたら嬉しいです。そういえば9月に2日間何か私たちがご提供できることがあるようですよ。はい、私たち 2days はいヒーリングワークショップを開催することにしました。タイトルはトゥルーラブ。トゥルーラブ。トゥルーラブだと思って結婚したのに、もうそんなもんどこへ行っちゃったのかと思っているあなた。そうね、トゥルーラブが欲しくて仕方がないのに未だに出会えてないというあなた、トゥルーラブとは何ぞやと思っているあなた、一生自分の元には訪れないななんて思っちゃったあなた、年齢とか関係ないです。トゥルーラブはあなたがこの世で受け取れる最高の幸せかもしれません。ぜひその幸せを諦めずにいたいですよね。日にちはいつでしたっけ？9月の13、14日、東京恵比寿のセミナールームでお待ちしています。ぜひいらしてくださいね。お待ちしてます。それでは。